製造業で仕事をしていると、工場での実務が実際に利益にどのように結びついているのか気になったことはないでしょうか。工場長や経営層の方では、実務と利益のつながりを明確にして経営判断に生かしていきたいが、具体的にどう考えればいいのかわからないといったことはないでしょうか。この動画では製品の増産依頼が来た際に今まで通り内製すべきか、それとも外注にしようか、どちらがいいのかという例を通して実務と利益の関係を解説していきます。早速ですが具体例です。ある会社では最近生産量が増加してきており、ある内製製品が不足する兆しが出てきました。重要顧客の製品であり、増産分も引き続き内製化したいと考えていますが、外注とどちらが安いのかを判断したいとします。なお、増産分も内製化した場合の製品の1個あたりの原価は、1、増産分も内製化した場合に示す表のように、材料費は800円、製造固定費は150円、販管費は600円で、合計の原価は1550円だったとします。なお、月産数量は1万個。製造固定費のうち50円は増産分対応のために新規採用した人の人件費。月々の販管費のうち6万円は増産対応分のために新規購入した機械代だとします。また、外注した場合につきましては、1個あたりの購入価格は1000円だったとします。この時、増産分も内製化した場合は1550円、外注の場合は1000円なので、外注の方が安いと思ったとします。しかし、この考えは間違いとなります。解説に移ります。増産分も内製する場合は、新たに人と機械を投入する必要があります。その費用は月当たり人件費として50円 ×1 万個の50万円と、機械の焼却代の6万円を足した56万円となります。一方、外注の場合は1000円 ×1 万個で100万円が月当たりにかかる費用となります。これらのことから、増産分も内製で生産する方が有利ということが導かれます。このように増産対応のために必要な追加費用同士を内製と外注で比較することが重要です。先ほどの1550円という増産分も含めた内製での原価は、増産前の内製の原価も含んだ原価でした。つまり先ほどの外注の方が安いという思い違いは、増産しなかった場合にも必要であった固定費の一部が増産分の製品にも組み込まれていたために、内製化の原価1550円は実際に検討すべき価格よりも割高となっていたことが原因でした。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。